ようこそコツアズ鉄道チャンネルへ。唐突ですがここで皆様に質問です。鉄道車両の車体材質、どんな金属が使用されていると思いますか？実は多くの場合3つの材質のどれかとなっており、不通鋼、ステンレス、アルミニウム合金のどれかです。この中で唯一の非鉄系金属であるアルミニウム合金は、アルミニウムに対していくつかの元素を少量加えることで強度などといった必要な特性の向上を図ったものです。もともとアルミニウムというのは鉄と比較して軽い金属かつ、削り出しや鍛造などによって丸みを帯びた成形なども近年同じく主流のステンレスと比較すれば簡単。その特性から日本では1960年代より鉄道車両で使用され、1990年代以降は新幹線の車体材質の主流になっています。一方でアルミ缶のリサイクルをはじめ、アルミニウム合金はリサイクルの優等生とも言われるのですが、鉄道車両のアルミ材リサイクルは結構困難を極めているのも事実。最近は結構リサイクル技術も発達したのですが、ところで鉄道車両のアルミのリサイクル、どのような課題や歴史があるのでしょうか？そこで今回の動画では鉄道車両のアルミリサイクルに焦点を当て、その実現が結構困難となっている理由や、どのような歴史を歩んできたのかを解説・考察をしていきます。それでは本編へどうぞ。アルミニウム合金とは？そもそもアルミニウム合金というのは、アルミニウムに対していくつかの元素を付加した金属です。付加される元素は、銅、マンガン、亜鉛、ニッケル、ケイ素、マグネシウム、リチウムなど、航空機の機材材料として用いられるジュラルミン系素材など、構造材としては軽さと強度の両立が求められる。輸送機械への適用が割合としては多くなっております。その他には建築用のアルミサッシ、自動車などのアルミホイール、自動車用のエンジンブロックをはじめとしたエンジン部品などがあります。加工性が高い場面、軽量かつ高強度が必要な場面などで、アルミニウム合金が活躍するケースが増えつつあり、またプラスして放熱性という観点にも比較的優れ、Mac や iPhone などの Apple 製製品をはじめとして、パソコン、スマートフォンの筐体外装に用いられることも多いです。そんなアルミニウム合金の種類についてですが、4桁の数字からなる国際アルミニウム合金名があり、それを使用して種類を分類するケースが多いです。例えばジュラルミンは2017系、超々ジュラルミンは7075系など、配合する元素などによって主に1000番台から8000番台に分けられ、具体的には1000番台が 99% 以上がアルミニウムのもの、2000番台が ALCU 系、3000番台が ALMN 系、4000番台が ALSI 系、5000番台が ALMG 系、6000番台が ALMGSI 系、7000番台が ALZNMG 系と ALZNMGCU 系であり、それ以外は8000番台の番号へ区分されます。このうち最も高強度な部類のものの一つが7000番台です。7075系に分類される超々ジュラルミンについても、航空機の機体材質としてかつてはよく用いられたほか、現在は軽量さと強度を両立する必要のある工業製品でよく用いられ、ボーイング787やエアバス A350XWB をはじめとした胴体部分などで炭素繊維を主に用いる機体を除き、航空機では7068系が現在は用いられることが多いです。現在の鉄道車両の交代ではこの中の7204系、9小 7N01 系や 6005C 系、9小 6N01 系などが比較的よく用いられており、このほか5083系などもよく用いられております。軽くて加工性がよく強度を出しやすいことや、表面処理の工夫などで一部では塗装レストすることが可能なことから、アルミニウム合金製の鉄道車両は広く普及しました。アルミニウム合金製鉄道車両の歴史。アルミニウム合金を車体材質に用いた鉄道車両ですが、日本での歴史は戦後すぐの1946年にまで遡ります。
この年に製造された一部の客車や国鉄63系電車の一部にてジュラルミン材を車体に使用した車両が登場しました。これは航空機用素材として使用するはずで準備したものの GHQ の指示によって航空機の開発・製造が禁止され、それに際して余ったジュラルミン材を採用したものです。ただしジュラ電と呼ばれたこの63系については耐食性が良くなかったことから車体の腐食が激しかったせいで、1953年から翌年に普通鋼製の車体に乗せ替えられています。その後1953年以降にケーブルカーや軽便鉄道、貨車などでアルミ製の車体が採用された実績がありますが、現在の電車につながるアルミ製車体は1962年からのことです。この年に製造された山陽電車2000系3両編成1本がドイツ WMD 社との技術提携によってアルミ車体を採用し、川崎車両によって試作的に1編成が製造されました。その後1963年に押し出し材を用いる独自設計によって北陸鉄道6010系が2両1編成のみ製造された後に、1964年12月と1965年1月に戦術の2000系の成果を踏まえ、山陽電車では引き続きアルミ車体の3000系を2編成導入しており、この辺りまでが先行導入事例となっております。その後営団地下鉄東西線と国鉄中央総武線の直通に際して国鉄では301系を7両編成6本、営団では5000系7両編成3本をアルミ車体で導入。営団ではこの後に導入される6000系以降、東京メトロも含めてアルミ車体を標準とするようになりました。また当時の大阪市営地下鉄においては1968年から1970年にかけて万博輸送用に御堂筋線へ大量導入した30系の144両をアルミ製の車体で導入しております。それ以降アルミ車体を採用する鉄道車両の導入事例が増え、特急電車では1973年に登場した381系振り子電車から、新幹線では東北上越新幹線初代車両の200系で採用された後、JR になった後の JR 東海300系、JR 東日本 E2 系から同様にアルミ車体を本格採用するようになっております。鋼体の組み立て手法もミグ溶接やスポット溶接を多用したものから、段階的に押し出し型材を用いたものが普及するようになっており、現在は鋼体全体に大型中空押し出し型材を用いるようになり、ある程度の軽量化と高い精度を確保しながら方法の簡略化によりコストダウンも図られるようになりました。またそれまで薄板をハンマーで叩き出すことなど職人技で成形することの多かった先頭部についても、コンピュータを用いた 3D 削り出し加工などによって職人技を用いずとも綺麗に仕上げることができるようになりました。さらに日立製作所はエイトレインブランドとして企画化し、アルミ車体に特化した工場設備とするなど、アルミ車体を強みとする車両製造メーカーも出てきております。このようにして普通鋼製車体と比較して2トンから5トン程度と大幅な軽量化を図ることが可能であり、なおかつ加工性にも優れるアルミ車体を採用する鉄道車両が増え、さらに塗装工程省略によるコスト、環境負荷の軽減が可能、かつ塗装する場合でも比較的塗料の乗りが良いことから、現代の鉄道車両ではステンレスと並んで車体材質の主流となり、新幹線用電車については現在ほぼ 100% アルミ製車体、在来線車両でも阪急、京阪、近鉄一般車などの関西私鉄や東京メトロ、西武などでアルミ製車体の電車を積極的に導入。日立が納入しているイギリスをはじめとした海外向け車両でもアルミ製車体の鉄道車両が輸出されるケースも増えつつあります。アルミニウムのリサイクル。ところでアルミといえばリサイクルの優等生とも呼ばれ、特にアルミ缶は2023年度に 97.5% がリサイクルされるなど、9割以上のアルミ缶は再生アルミとしてリサイクルされております。ですがリサイクルの優等生といっても、アルミのリサイクルは意外に難しいです。例えばアルミ缶のリサイクルをするにあたっては、表面に印刷されたインクをはじめとした異物があるほか、
アルミニウムにいくつかの元素を添加した合金である都合上、その添加元素を異物として除去する工程も必要となる可能性があるなど、異物を分別・除去するための工程が発生すると特に非常に難しいです。それでも近年のアルミ缶リサイクル率はかなり高く、2023年度の場合は約 31.46 万トンのアルミ缶消費重量に対して約 30.67 万トンものアルミ缶が資源として回収されており、このうち国内で約 24.7 万トンがスクラップ資源として再利用され、残りの約 5.89 万トンはスクラップ資源として海外へ輸出されております。さらに国内で再利用された約 24.7 万トンのアルミ缶のうち、約 18.2 トンは再びアルミ缶用の材料としてリサイクルされています。割合にして表現すると 97.5% のアルミ缶がリサイクルされ、このうち国内で再生アルミ材として提供されたアルミ缶のうち 73.8% が再びアルミ缶の材料としてリサイクルされています。日本国内で消費されるアルミ缶は2015年以降 90% 以上を超えるリサイクル率を叩き出しており、まさしくリサイクルの優等生と呼んでも差し支えはございません。この他にも自動車用のホイールやエンジン部品の多く、建築廃材や電線、CD、ハードディスク、切り粉くずなど、様々な廃アルミ材が新しいアルミ材として再生されており、日本で年間およそ400万トン消費されるアルミ材のおよそ 40% は、スクラップ材をリサイクルして生まれた再生アルミ材となっています。特にアルミは地球の地殻上で酸素とケイ素に次いで、3番目に多く存在する元素、かつ金属で一番多い元素でありながら、そのほとんどが他の元素と化合して存在しており、そのほとんどはボーキサイトから精錬されているのですが、ボーキサイトから新たに純度の高いアルミを錬成するとなった場合、大量の電力を必要とすることとなってしまいます。そのため2度のオイルショックを経て電気代が高騰し、結果として国内で錬成するのがコスト的に割に合わなくなった日本では、1987年までに国内でのアルミ精錬がほぼ終了してしまい、安い水力発電を使ってそれ以降も唯一操業していた静岡県にあった日本軽金属蒲原製造所での精錬も老朽化により2014年3月末を最後に終了となっています。さらに素材となるボーキサイト自体も日本で産出できず、オーストラリアをはじめとした産出国から輸入されており、現在のアルミの新地金もオーストラリアをはじめとして UAE、ニュージーランド、サウジアラビアなどといった国々から現地で発電された電力で精錬されたものを輸入しております。原料となる新地金を全て輸入で賄っていることに加え、廃棄物減少や電力消費量という観点なども踏まえ、新地金を生産するときに必要な電力のたった 3% の電力で生産できるアルミスクラップを原料とした再生アルミはとても重要なのです。アルミ製鉄道車両のリサイクルが実は困難。このようにリサイクルの優等生とも呼べる上、その性質から新地金が必要な場合必ず輸入の必要があるアルミ。特に新幹線においては軽量化、光合成化の両立が求められ、200系と300系、E2 系以降の全ての車両において、車体材質が全てアルミニウム合金とされており、在来線も6000系以降に開発された東京メトロの車両全車、7000系、7300系アルミ車以降に製造された阪急電車の全車など、アルミニウム合金を車体に用いるケースは非常に多く、大手私鉄では東京メトロ、阪急、京阪、東武、西武が現在、アルミニウム合金を車体に用いた鉄道車両を積極的に導入しており、この他に小田急ロマンスカー、近鉄一般車でも採用され、さらに相鉄も一時期はアルミ車体の電車を多数導入し、最近でも2万系、2万1000系にてアルミ車体を採用しており、京急では1988年から2006年に導入された電車で全面採用、その他に JR 東日本、JR 西日本、JR 九州、JR 北海道でも在来専用車両の一部でアルミ車体の採用実績があります。さらに日本から世界へ鉄道車両輸出で羽ばたいた日立製作所も
現在はアルミ製の車両しか生産をしていないなど、近年は日本国内を見ても日本国外を見ても増加傾向に。このように車体材質にアルミを用いる鉄道車両が増え続けていますが、そんなアルミニウム合金製鉄道車両のリサイクル、実はかなり困難ということをご存知でしょうか？その理由は鉄道車両の車体廃材から再生アルミ材を生産するにあたり、アルミ以外の合金に含まれる技術の問題が主に考えられます。なおここからはより踏み込んだ科学系のお話に入りますが、素人であるウプ主の拙い知識で簡単に説明するため、内容が間違っている可能性があることをあらかじめご了承ください。アルミニウム合金をリサイクルする際は一度溶融して、ビレットと呼ばれる丸や四角の元素材に生成してから再利用するのですが、鉄道車両で主に使用される7204系や 6005C 系、それに5083系などといった番号のアルミニウム合金は、普通に溶融すると3000番台相当の性質の合金に変化する可能性が高いです。これは合金中に添加元素として加えた一部の元素、特にマグネシウムなどの元素が溶融される前に燃えてしまう、つまり酸化される可能性が高いことが挙げられます。合金の場合前後することがあるため一概に言えないですが、アルミニウムが固体から液体に変わる融点はおよそ660度 C で、一般的にアルミを溶融する用途で使用される溶解炉は720度 C くらいの温度とされる傾向が多くなっており、この溶融温度の低さこそ再生アルミが省エネと言われる理由です。ちなみに鉄の融点はアルミよりもかなり高いおよそ1538度 C であり、このことからもアルミの融点の低さがわかるでしょう。しかし合金中に含まれるマグネシウムはその温度よりも低いおよそ473度 C で自然発火してしまうことに加えて、反応性が非常に高くすぐ空気中の酸素と結合する特性があります。溶融している間に酸化マグネシウムに変化することも多く、そしてそれらは不純物として残ってしまうことにもなりかねないため、そのままリサイクルするのが困難となってしまうのです。このほか、ケイ素も酸化してしまう可能性が高く、二酸化ケイ素となって不純物に残ってしまうことになりかねません。これは単純に同じ合金素材へリサイクルするだけでなく、利用可能な純アルミ材とするのにも難しくなる要素であり、こちらは特にアルミ以外の合金元素を抽出するのが難しく、10年前の段階では技術的、経済的に技術の確立がなされていませんでした。ただし旧東京工業大学、現在の東京科学大学に所属する教授や、東北大学、大阪大学の教授などが2020年代に入って、この課題を克服するような技術開発の発表をする動きがあり、主に電気自動車の普及を見据えた自動車分野での動きですが、将来的には鉄道車両の鋼体で使用された廃アルミ材についても、この技術でリサイクル性が向上する可能性があるでしょう。そして先ほども説明したように酸化マグネシウムをはじめとした酸化物などの不純物を取り除くにしてもさらなる処理が必要で、これももしするのであればさらに複雑な工程が必要となり、水平リサイクルを難しくさせてしまう要素となるのです。結果として技術的な問題はもちろんのこと、何より経済的な理由で元の合金のままのリサイクルや純アルミ化などのリサイクルは困難となっているのが現状です。アルゴンなどの不活性ガスやフラックスを使ってリサイクル時のぶどまりを上げる手法もあるため、現在では解決されていると思われる要素も多いと考えますが、これらの要素が鉄道車両のアルミ材リサイクルを困難にさせ、そして課題にさせていたとウプ主は考えております。さらに使用中や解体時、溶融時などに発生する異物の混入や、複数種類の合金を使用することによる選別の難しさも、鉄道車両のアルミ材リサイクルを困難にした理由であると考えます。鉄道車両は使用中に床下では車輪やレール、ブレーキ製輪子、屋根上ではパンタグラフと架線が接触するなどして発生する鉄粉などの粉体が車体に付着することが多い上に、自然気候の中で発生する塵や砂などといったゴミ、それに車体の仕上げ材として使うパテや塗装に用いる塗料、使わない場合でもカラーテープなどが車体に付着しており、
解体時にはそれらもアルミスクラップに混じることが多く、さらに接合部品としてアルミ以外の金属のボルトを使う場合も多く、これも不純物の割合を多くさせてしまう理由となります。また一口にアルミニウム合金製の鋼体といっても、鋼体の中で使用されるアルミニウム合金は複数種類になることも多くは7204系や6005C 系、5083系あたりを使い分けるのですが、それらを接合するには何らかの溶接を用いることがほとんど。そのため解体時にきれいな選別の処理をしなければ、アルミスクラップにする際に複数種類の合金が混じってしまうため、これもリサイクルの難しさを挙げている要素となり得ます。こういった理由から鉄道車両鋼体からのアルミスクラップは、長年そこまで高い純度が求められていなかった鋳物やダイキャストなどへのリサイクル事例が非常に多かったのが現状。特に鋳物用として転用される再生アルミについては、自動車の鋳造アルミ製エンジンシリンダーブロックなどに使われることが多く、この需要は今後電気自動車の普及などで減る可能性が大きく、将来的にリサイクル先が減ってしまう懸念点がございます。また特別な分別をせずに解体してリサイクルをした場合は、大量の新地金を用意して不純物を薄める成分調整が必要で、とてもリサイクルとは程遠くなってしまうでしょう。これらの問題はアルミニウム合金製の鉄道車両鋼体について、廃車後のリサイクルを難しくさせていた要素となりますし、アルミ缶では現在当たり前のように実施されるようになった鉄道車両から鉄道車両へのリサイクルを困難とした要素でもございます。このため近年はおそらく新幹線、在来線とわずかと思いますが、一つの車両を同じ合金で製造するモノアロイ化を推進しており、東京メトロでは民営化後に製造した第40編成以降の05系や1万系以降に製造される新形式車両の鋼体について、そのほとんどが 6005C 系アルミ合金を使用して鋼体を製造しており、廃車時における分別作業の容易化を図ることによって将来的に高いリサイクル性を持たせることが期待されております。鉄道車両のアルミ水平リサイクル事例。このように鉄道車両で使用されるアルミニウム合金は、素材の特性上の問題からこれまでリサイクルがかなり難しく、長年にわたってそのリサイクル法が模索されてきました。特に鉄道車両から鉄道車両への水平リサイクルとなると、先ほども説明したように配合金属の融点などの問題から特に難しいとされてきたのが現状となっているのです。それでも鉄道車両から鉄道車両へのリサイクルは常々模索され続けております。ここからは東京メトロや JR 東海の事例を中心に、鉄道車両で使用されたアルミニウム合金の水平リサイクル事例についてほんの一部だけ見ていくこととしましょう。まずは30年前の1993年に実施された営団地下鉄東西線での事例を見ていきます。現在アルミニウム合金製の車体を主軸で用いている東京メトロは、営団地下鉄時代の1968年に最初の試作車が登場し、1970年より量産車が登場した千代田線用の6000系以降、すでに登場している既存車の増備車両以外の全てでアルミニウム合金製の車体を採用するようになりましたが、このパイオニアという存在が東西線5000系のアルミ試作車です。5000系アルミ車は1966年と1967年の2か年において合わせて7両編成3本21両が製造された試作車両なのですが、年々宅地開発などによって東西線の輸送力増強が必要となり、1977年より東西線を走る5000系はそれまでの7両編成から中間車の増結や編成の組み替えで10両編成化されることになり、1989年度から1990年6月にかけて最後まで7両編成で残ったアルミ車3編成を含めた残りの7両編成10本も10両編成7本へ組み替える改造を施したのでした。この時アルミ車の3編成21両については10両貫通編成で最後まで東西線で活躍した編成の一つである5950編成と5両編成を2つつなげた5951編成の2つにまとめられた上で、その時アルミ車編成に組み込まれず余った5453号車はス
テンレス車体の5808編成を10両編成化する際、その中間車として5号車に組み込まれたのですが、この時05系のさらなる増備で編成が解体された他のステンレス車体の車両を代わりに組み込むことで、5453号車は1993年に廃車されることとなりました。そしてこの5453号車を用いて当時の社団法人日本軽金属協会と共同でアルミ製鉄道車両構体として当時日本初となる本格的なリサイクルプロジェクトを試みたのです。これは1992年度から英断と日本軽金属協会が共同プロジェクトとしてアルミのリサイクルを研究・実験しており、それを反映させた結果によるものとなっております。具体的な内容を簡単に説明しますと、まず5453号車の廃車体から合金の種類別に選別・回収をした上で、種類別に廃アルミ材を溶解した上で元のアルミ材に蘇らせ、このリサイクルされた約5トンのアルミ材を使用して、1994年5月18日に竣工した05系第24編成に使用される車両各部の部材として再利用したものとなります。具体的なリサイクル材の使用箇所は、釣り手棒受け、荷棚支え材、腰掛け受け、屋根上クーラー用シールゴム受け、屋根交代縦下駄、屋根交代たるき、ラインデリア受け、床下機器吊り枠の発展。これに関連して05系第24編成についてはアルミリサイクルカーという愛称が付けられており、それを示す表記類が車内外の各部に貼り付けられています。なお05系第24編成は2024年2月末から9月末にかけて24編成製造された05系初期型全体で最後の施工となる B 修繕工事と呼ばれる大規模なリニューアル工事を施工。床下機器類や車内装備を中心として各部を新品に更新し、最新の車両にも引けを取らない装備を手にしたのですが、アルミリサイクルカーとしての運用は引き続き実施され、今でも鉄道車両におけるアルミ材リサイクルのパイオニアとして05系第24編成は東西線を中心として活躍を続けております。さらに近年鉄道車両から鉄道車両へのアルミ水平リサイクルにおいて特に力を入れて取り組んでいる企業が JR 東海です。 JR 東海では在来線車両は普通鋼製の車体を採用する300番台を除くキハ11型と371系、285系3000番台を除き、会社発足以来新車では一貫してステンレス車体を採用する一方、東海道新幹線を走る新幹線電車では軽量化を目的として初代のぞみ号300系で初めてアルミニウム合金製の車体を採用。その後700系、N700 系、そして現在の N700S 系においても引き続きアルミニウム合金製の車体を採用し続けています。ところで東海道新幹線というのは輸送量がとてつもなく多く、しかも東海道新幹線を走る営業電車は全て16両編成。その関係で JR 東海が保有する新幹線電車もかなり莫大な数となります。参考までに JR 東海の在来専用車両は315系投入完了後、 JR 西日本元総合車両所出雲支所に常駐する285系も含め全ての形式を合算しても1224両に過ぎないのに対し、新幹線では N700 系0番台、2000番台の製造数だけで80編成1280両と自己代替1両の1281両という数になり、これだけで JR 東海の在来線車両保有数を超える数。ここに改良型の1000番台と試作車の9000番台を含めた JR 東海保有分の全ての N700 系の製造数を合算すると、なんと2000両を超えて2113両というとんでもない数になります。つまり東海道新幹線は常に2000両以上の電車が行き交い、しかも乗り入れてくる JR 西日本からの車両も含め、その全ての新幹線電車で莫大なアルミ材が使用されているということ。新幹線電車においてのアルミ材のリサイクルはとても重要な課題だったとも言うことができるのです。そこで JR 東海は日本軽金属及びその関連企業、張田金属、三共マテリアル、
製造メーカーの日立製作所や日本車両などと共同でアルミ水平リサイクルの実現に向けた取り組みを実施。東京駅一番街の中にオープンした東京ギフトパレットにて、建屋や内装材などに700系新幹線解体発生品の再生アルミ材を使用したほか、700系や N700 系の廃車体から再生された再生アルミ材は、新型車両の N700S の製造にあたって内装材に用いております。さらにより高度なアルミ材の選別方法を確立することによって、2024年1月に製造された J41 編成以降の N700S においては、強度部材としての高品質が求められることになる廃車発生品再生アルミ材の使用へ、高速鉄道用車両車体材料としては世界で初めて成功。屋根鋼体の一部に廃車発生品再生アルミ材を使用しております。この再生アルミ材を用いた J41 編成以降の N700S は2024年1月から2026年度にかけて19編成を製造するとしているほか、2026年度から2028年度にかけて17編成導入される N700S では、側鋼体の窓下に配される一部においても廃車発生品再生アルミ材の使用範囲を拡大する予定です。具体的な選別手法やリサイクル手法については、おそらく特許を取得した非公開かつ高度な技術と思われますが、これによって輸入される新地金の使用量を削減し、さらに電力使用量を削減することにも成功できるなど、実用化され当たり前になればいいことずくめのリサイクルなのです。ちなみに東京メトロや JR 東日本などにおいても、廃車発生品再生アルミ材に関する研究は模索されており、JR 東日本では具体的な内容こそ現在に至るまで非公表ながら、301系廃車後に車体アルミ材のリサイクルを予定するとしていました。また東京メトロでは引退した銀座線01系などにおいて、廃車発生品再生アルミ材に関する研究資料などを複数確認でき、積極的に研究がなされていることを伺うことができます。いかがだったでしょうか？今回はアルミ製電車のリサイクルという題材をテーマに、課題や独自見解なども含めながら簡単に説明してみました。現在日本の電車では6割以上を占めるアルミ車体の電車、新幹線はもちろん在来線でも日立製の電車を中心に幅広く普及し、軽さと加工性の良さを武器に今後も広く採用されるはずです。しかしその裏には廃車されたアルミ車両のリサイクルで数々の困難な課題にぶち当たってきたのもまた事実なのです。今ではリサイクルの優等生とも言われるアルミですが、鉄道車両のアルミリサイクルはかなり難しいだけでなく、その背景には技術者たちの様々な苦労があったこと、鉄道を通じてこの動画で少しでも知っていただけたら嬉しく思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道など交通に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。